実験大好き MNF です。今回はナノ VNA アンテナアナライザーの夢が見れるのかっていうことをテーマに1ヶ月間現場に実際に投入してみました。一番皆さん気になっておりますアンテナアナライザーの代用として本当に使えるのかどうか、じっくりとね検討してみましたので、その結果ご報告させていただければと思っております。こういうものね現場で使うとなりますと、便利にするためのね小道具っていうようなものも必要になるかと思います。あくまでもね私が使った感じが中心になりますけど、そういう小道具についてもねご紹介させていただければと思います。今回ねこのご紹介させていただきますナノ VNA、 実際に紹介するのはナノ VNA バージョン2と言われる本家のものとはちょっとまた違うと、実際はねほぼ同等だと思いますのでね、本家ナノ VNA 使われている方でもほぼ流用できる技術ばっかりだと思っております。で実際ね現場での利用目的っていうのをねご紹介させていただきます。で結果私はね最近やっぱり休みの日中心なんですけど、車に無線機アンテナ積み込みまして、ショッピングモール街とか訪問した時にちょっと屋上上がりましてね、1時間ほど移動運用を楽しんでるんですけど、そういう時のねアンテナの SR バード測定、これに使っております。実際こんな形のアンテナですよね。でアップがこんな形です。実際に手元にある状態で簡単に SR バードだけチェックして上まで上げるようにしております。なんかね問題があってから下ろすと大変ですので、やっぱりそういう意味合いではねこういうもので分かってはいるんですけどね、まず組み立てて、でちゃんと正常に動作したことを確認してから上に上げるっていう動作をしますとね、出戻りが非常に少なくなりますので、移動運用のね効率は間違いなくね上がっていると思っております。でもう一つはねこの手動式チューナーの調整、これもねもう動画で何回も紹介させていただいてるんですけどね、チューナーから見た SR バーの高さ、これをねアンテナアナライザーを使って実際に測定しているような形になっております。で間違いなくねこのポイントっていうのはもう何回もこのチューナー使っておりますので、必ず調整すればね SWR が1になっているということは確認済みになっております。実際これがチューナーですね。このチューナーに直下にこれを置かさせてもらってちょこちょこっと調整しております。で実際にね測定作業の簡素化、ここ重要なポイントになりますので説明させていただきます。今回はねもう本当に見ていただいた通り、すでに調整済みのアンテナを動作確認、または絶対に SWR が1に下がるっていうね、そういう調整の段階でのみしか使っておりません。 SWR の大きさのみならね、結果的に以前動画でもご紹介させていただいたかと思うんですけど、光線の作業っていうのはなくても一定のね精度は保たれてますので、取り急ぎね SWR の大きさの確認だけっていう用途にね限定して使っております。この用途でしたらね面倒な光線の作業全て省かしていただいております。問題になるのがねナノ VNA 使った場合に SR バーの表示っていうのがどうしてもこのグラフ表示になります。で時間差がありますので、どうやったらいいのかっていうので一つの方法がね周波数を固定さす方法、そのために設定を変える必要があったりして正直面倒ですので、私はね、こちらの方にバンド内、例えば7メガ出したら 7.0 から 7.2 メガヘルツしかも表示させないと、その間でね SR バーの下がり方がこう1秒ごとにスキャンしていっております。それをね、ちょっと慣れるには時間かかるんですけど、その画面をね見ながら、もうあまりこのナノ VNA の設定も変えたくないっていうんですか、変えるとまた戻すのが大変ですので、変えないという状態でねやった事例、ちょっと今からね動画の方でご紹介させていただければと思います。スタートポイントが 7.0 メガ、ストップが 7.2 メガにセットしております。であえてねもう SWR これ以外のものはね一切表示させないようにしております。でこういった形でね1秒ごとにスキャンして、この数値が変わっているのはこれを見ながらねチューナーの調整をしているような形です。チューナーの調整中にね L とか C とか触っていきますと、当然ねこういうスキャンしてるタイミングによってこういうのも出てくるんですけど、どっち方向にずれていってるっていうのがほぼリアルタイプに出ていっておりますので、意外とね最初は抵抗があったんですけど、やってみると個人的には便利が良かった。逆にこちらの方が多分固定するよりもね使い勝手は間違いなく向上してるんじゃないかなと思っております。であとこの液晶サイズ 2.8 インチ、皆さんね気になってるんじゃないかなと思います。私もね当初はもう皆さんの情報もありましたので4インチが買いたいということで手配してたんですけど、ちょっとねこれもまた別動画に上げてあるんですけど、ちょっと手違いでこの 2.8 が来ちゃったので、もうこれはかなり苦労するだろうと思いながらね実際使っていた次第です。これ見ていただいても分かると思うんですけど、やっぱ細かな情報はやっぱり非常に見づらいと思います。ただ今回のようにねもう SWR の大きさしか見ないぞ、横幅もだいたい真ん中が目的地、 SWR の高さも下が目標ですので、もうそう割り切ってしまえばね逆にこの表示の小ささっていうのは思ったほどね
こういう調整におきましては不便を感じなかった次第になっております。で、逆に言いますね、やっぱこの 2.8 インチ、実際こういう形ですね。やっぱ小型化した影響でね、今回みたいに移動運用のお供に持っていくには、実はね、2.8 インチの方がお得かもしれないと思います。お値段の方もね、だいぶ 2.8 インチこなれたような値段っていうんですか、4インチの半手とは言わないんですけど、結構ね、安い値段で入手できますので、同じ値段でしたらね、間違いなく4インチおすすめするんですけど、価格差があって、で、利用目的が移動オンリーでいいっていう方でしたらね、あえて 2.8 インチ選ぶ価値っていうのはあるんじゃないかなと思っております。外部付けのパソコン、これも私ね、常時ケーブルを持っていってるんですけど、使う機会が合うのかなとは思ってたんですけど、こういう移動先の確認ですよね。アンテナの調整とか調整したデータを保存するっていう意味合いではね、パソコンっていうのは絶対使うと思ってたんですけど、移動先での確認とか、チューナーの微調整におきましてはね、早く移動運用がしたいと、もうデータなんか、最悪ノートでちょっと取るぐらいで、やっぱりね、さっさと運用に入りたいと思っておりますのでね、実際はもうこれだけでパソコンはね、出さずに完結させておりました。こういう移動運用とかするときに、あると便利なものを簡単にご紹介させていただきます。で、一番ね、皆さん重要になっているのが、実際にここですよね。ちょっと光ってるかな。この辺がね、いつもね、YouTube 難しいところだと思うんですけど、ここの端子ですよね。特別なコネクタ使っております。当然 M 型とね、変換しないとアンテナと接続できないので、よく見かけるのがね、この変換コネクタっていうやつですね。この変換コネクタ。こういう変換ですね。こういう変換コネクタ、私も当初買って使ってたんですけど、最終的に分かったのが、同時ケーブルにちょっと本体が軽いので振り回されてしまいますので、なおかつ、同時ケーブルの長さに関して構成もする必要がないような使い方してましたので、最終的にはこういうものですね。こういうもの。M 型コネクタとコネクタですね。これと大体1メーターぐらいの細いケーブルがついております。これをね、こういう形に接続していただくようなね、やり方が多分一番いいと思います。私はこのやり方でね、ずっと運用してたような形です。こうやってね、セットしていただきますとね、本当にこう、自由に M 型コネクタ動けますのでね、本当に自由なポジションで見れるんでね、この自由なポジションっていうのが実はこの液晶屋外で見るときでは重要じゃないかなと思います。直射日光とか当たりますとね、こう手のひら隠したりとかちょっと方向変えたり必要がありますので、やはりね、ここに直接 M 型つけちゃいますと多分こっちが壊れちゃうと思うので、構成する必要がないと割り切った時点でね、こういう違う同時ケーブルをね、1メーターですけどね、つなげちゃうっていうのもね、ST バーだけ測定するんでしたらね、もう十分ありな手法じゃないかなと思っております。あと本体の保護ですよね。これ運搬中にやっぱり裸で持っていきますと、やっぱこの辺ついてやっぱ割ってる方も多いんじゃないかなと思うんでね、私の方はね、こういう形で、これセリアさんで買うたケースなんですけどね、セリアさんで買うたケースになるんですけど、こういうケースですね。もともとは昔流行ったコンパクトカメラを入れるようなやつで、ポイントがね、ここが結構硬いんですよ。こちらの方が。普通ね、ここが布みたいなやつはいくらでも売ってるんですけどね、ここの面がね、非常に硬くなっておりましてね、サイズもベストフィットっていうんですか。こういう形で、チャックを入れて、こういう形ですね。チャック2つありますので、して私はね、もうちょっとめんどくさいんで、この状態ですね。同時ケーブルの M 型もね、中に入れちゃいますと液晶に当たって多分割れると思うので、意図的にね、こういう離した状態でね、持ち歩いているような状態です。こういうやり方がね、あるので、意外とね、このケース100円で買ったんですけどね、お得度は高かったんじゃないかなと思います。もう一つね、これをやっててやっとくべきことっていうのがありましてね、こちらの方ですね。こちらの面にね、ゴムの足、ちっちゃなもんですけどね、貼り付けますと、同時ケーブルに引っ張られて動くことがないんでね、意外とこのゴム足っていうのはね、汎用品のこういうゴム足っていうのがホームセンター行ったらいくらでも売ってると思いますんでね、粘着テープでパカッとつけるゴム足ですけどね、ぜひともね、これつけていただいた方がね、使い勝手が向上するような感じだとね、思っております。あとはね、このモバイルバッテリー、大きい大容量のもんでもいいんですけど、私もね、スマホがだんだん大型化して余ったやつがあるんで、これを使ってるんですけどね、モバイルバッテリーも予備として持っていってた方がいいと思います。ここのスイッチだけなんでね、このタイプはいろんなやつがあると思うんですけどね、スイッチが勝手に入ったっていうことはまだ一度もないんですけど、とりあえずこれが動かないと移動運用に支障をきたすっていうんですか。特に HF はこれでチューナーの調整手動でやっておりますので、この測定器を失いますと移動運用できなくなっちゃいますので、基本ね、予備の電源ということでモバイルバッテリーもね、常時持ち歩くようにしております。
アンテナアナライザーですよね。こちら。アンテナアナライザーにもね、実際いろんな種類があるんですけど、一番ね、これコメットさんの CAA-270 って言って、初期型のやつですけどね。これを例に、もっと多機能なやつもね、たくさん今あるとは思うんですけど、古典的なね、このアナライザーと比較した点、ちょっと簡単に説明させていただきます。一番しんどいのが、こういう形でね、リアルに好きな周波数が選べない。これがね、ちょっと不便だなと思っております、個人的に。実際ね、この測定器を使った時に別動画でもよくあると思うんですけど、その周波数での RF 電流を測ったりする時にね、特有の実験においてはね、こちらの方が便利がいいかなと思うので、1台で済ますか、これともう一つはね、発信機ということで、小型の発信機も最近安い値段で売られてますから、なんか RF タイプのね、発信機でも一つね、買って補った方がいいかなとは思ってるんですけどね。RF のね、電流を測定するような用途ではね、やっぱりタッチパネルで周波数を変えるっていうのがね、結構ちょっとめんどくさいっていうんですか。ちょっと自分なりにちょっと何回か試してみたんですけど、こちらの方もね、ソフトウェア書き換えたり、ロータリーエンコーダーとかつければね、理論上多分できるとは思うんですけど、そこまでのスキルもありませんし、できるだけこういうものはね、あるがままに使うべきやと思いますので、今のところはね、こちらとの兼用で実験をね、引き続き実施しているような形になっております。またこの辺はね、近々また実験チャンネルです。ちょっと最近ね、お題が少し変わりつつあって申し訳ないんですけど、もうちょっとしましたらね、実験の方も引き続きご紹介させていただきたいなと思っております。直射日光ですよね。ほとんどの場合はね、もうこう手で隠したり、実際にね、日よけも作ったんですよ。ただ実際は日よけまではする必要はなくて、なんとか見れるんですけど、やっぱりこういうメーター類の方がね、直射日光でもエステバール、直下で見れますので、そういう意味合いではね、メーターの文化っていうのもね、決して否定できないんじゃないかなとは思っております。どちらがおすすめかと。あくまでも実験チャンネルの MNL の言うてることなんで、かなりね、実験が好きやとか、実験した結果、手動でのチューナーのチューニングとか、そういう用途ですよね。ナノ VNA がもう、これ6000円ぐらいで購入したもんです。6000円ですよね。で、このアンテナアナライザーが確か当時でも5、6万はしてたと思うんですよ。5、6万しておりますので、どう考えても私レベルでしたらね、もうナノ VNA、こちらの方がね、SWR を簡易的に測定するだけの道具としてもね、十分元が取れるんじゃないかなと思っております。で、ナノ VNA のね、最大の特徴っていうのが、1.9 メガ、実際もっと低い周波数からできますけどね、1.9 メガから上は 1.2 ギガ。こちらの方がね、200メガぐらいまでしかできないので、430が測定できないんですけど、こちらの方はね、十分に400メガ楽々とカバーしておりますので、もうその時点で驚異的な対応力っていうんですか、ちょっとね、こちら弱いかなと思っております。最後にね、まとめさせていただきます。高性能の測定器ですよね、こちらの方。で、ただ割り切って使いますとね、利便性がね、思った以上に向上したっていうことはね、実感することができました。ナノ VNA っていうのは構成していくらっていう発想から入っちゃいますと、わざわざ簡単な調整するに構成なんかしてたらキリがないんですけど、今回みたいにね、事前に実験して自分が誤差が許容できるようでしたらね、構成なしで SWR 測定っていうのはね、十分ありのテクニックっていうことがね、もう今回よく分かってきたような次第になっております。こういう形で使い方もね、アマチュア無線化内にいろいろと、あくまでもこれも一例です。もっとね、面白い使い方とか、もっと面白い用途っていうのがありますので、その辺はね、皆さんいろいろと試していただいて、私もね、まだいろいろと試しているっていうんですか。もともとは自作が好きで、プリアンプとかも昔はよく作ってて、だいぶ石が余ってるっていうんですか。ガリウムヒ素の石もだいぶ余っておりますので、できましたらね、そういう受信アンプ、デシベルよりも本当はね、ノイズの方の量が測定したいっていうのがあって、そういう測定器も過去に作ったことはあるんですけどね、自作したそういう無線機とかフィルターの調整にもね、これ使えますので、その辺はね、やっぱアマチュア無線化としてね、いろいろと使い方見つけていくのも楽しみの一つじゃないかなと思っております。高性能イコール効果ならね、こんな使い方することは誰もいないと思います。昔でしたらこれ1台で多分50万円ぐらいの価値はあったと思うんでね、昔の VNA 時代でしたら50万の価値に対してこんな使い方っていうのは考えられないと思うんですけど、6000円だからね、こういう使い方でも割り切れるっていう発想はね、十分ありじゃないかなと思っております。過去 OM さんもこの正式な使い方っていうのもね、じゃんじゃん発表されておりますのでね、私の方もできましたらね、本当のアンテナ製作ですよね。アンテナ製作に大活躍
でパソコンの方にも接続しましてね、そのデータをもっと可視化して残していきたいなと思っておりますので、その辺の動画はね、また後日ご紹介させていただければと思っております。本日はね、こういう形で1ヶ月ちょい使ったこのナノ VNA、どれぐらい使ったかっていうことをね、簡単にレビューと、あと使い方のポイントについては説明させていただきました。おそれでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。